あっちゃん、うん。間違えたところ気づきましたね。どうしようか。楽しいよね、イライラしながら。入った？入ってないと思う。同じところを2、3回やるとさすがに速くなるんだよね。スタッフはこんな感じに、出来上がってきてます。綺麗に、なりましたね。この辺のこうブレーキラインもちょっとこうなんていうのね、スティールウールでちょっと磨いて綺麗になりました。そしてこれをちょっとまたペンキするところが少しあるんだけど、新しいブレーキホース、新しいこのスピンドルピンっていうんですかね、これもあります。そしてこのピン用のこのチェックピンっていうんですかね、ここに、入るものですね。こういう風になります。このピンがここと取りますね。このところで、コントロールアーム、今こっちにない。あっちゃんが持ってっちゃったんだよね。コントロールアームどこにある？車にある？持ってきてもらえますか？全部綺麗になりましたよね。初めてやってるからいろいろ確認しながら、本当にいろんな方にこうアドバイスとかいただきながら、特にジャーマンオートのジーノさん、そしてダットさんガレージのジェフさん、そしてタイヤビッグブランドタイヤさんもね、今日これプッシングを出してもらいました。これマスタッシュバーですね。サツはね、あんまり経験がないんだけど、今回分かったことは、ちゃんとした道具とかプレスとかバイスとかがないとなかなかできないんだよね。エアハマー、それと熱を与えるためのものとか、あとね、強烈にこう上からこうプレスするためのものとかなどなどみたいなものがないとなかなかできないんだよね。特にこれですね、大変でしたね。ちゃんとグリースなどを塗ることによって長く持つんじゃないのかなと思います。純正の日産パーツです。このブッシングキットに結構強烈なグリースがついてきますよね。結構強烈ですよ。これをやっぱりこういうところにもうたっぷりとこう塗ること、そしてこういうところにもちゃんとつけないと、後で音がね、うるさいみたいな音になると思うので、グリースをかけます。まずこの中に入れましょうか。十分に塗った方がいいかと思います。いずれまた交換ってもしなった時も多分今回みたいよりもちょっと簡単に出てくるんじゃないのかなと思います。この部分にもグリースをかけます。十分にかけておくことですよね。そしてこの車から出てくるピンにもグリースを後で、かけます。すごいこれ特殊なグリースなんで、すんごいベタベタするというか、グラブつけないと本当にもうなかなか手から取れないものですね。こうしましょう。まずはここにもう合うところなので変な音はしないように入るのかな。入りました綺麗にね入ったんですね。で今度反対の方からこっちのゴムをまた入れます。サンドイッチみたいにこうグッと押していけばいいんじゃないのかなと思います。まだ入ってないですね。これで多分バイスとかプレスとかがあった方がいいのはいいんだよね。バイスはないです。どうしようか。グッと押せば何かに体重で閉まるのかな。入った？あっちゃん。入ってないと思う。入ってない。違うよね。絶対違うよね。
どんなに頑張ってもこれ以上は自分の力では入れられないですね。いろいろやってみたんだけど、やっぱりバイスがないと。あちゃん、顔か。いるんだよね。バイスがあれば多分ふって入れられるんだろうな。誰にも迷惑かけないんで。初めてやってるのでね、での DIY ですから許してね。ピンは後で入れることはどうか。あちゃん。もしかしてねえ。先にする。その先に入れること。ほら、簡単に入った。ピンは後で入れるものなのかな。今度ピンがなかなか入っていかないとかやったりして、あれあちゃん、パパは強いですよ。No comment. もう気持ち入れれば完璧じゃない。やっぱり先にブッシングを入れるべきだったんだよな。あっちゃん、間違えたところ気づきましたね。ダウンロードした一つの図でこれ反対になってたのは後で元の写真見たらこれが反対だと気づいたのはあるんだけど、この新しいブッシングを入れたんじゃない？上と下にこのごついいいブッシング。ごついからこそこう上にそのままこうウォッシャーもう一個この大きいやつもついてきたのよ。でもこの上にこれがあるからいらないのかなと思って、あとギリギリだったからね、また、ナットもなかなか入らなくてこういらないのかなと思って昨日このままであげたんだよね。ねえ。でも夜はねちょっと気になって眠れなくて調べてみたらやっぱり上にもウォッシャーが必要なんだよね。なのであっちゃんやり直しだよ。文句言っても仕方ないのでとりあえずもう 2,3 回もやってるから早くなってるんじゃない？少なくてそれよりのポジティブにこれ書いていかなきゃね。残念ですがやりましょう。やっぱり冷静になっていろいろ考えてみるとこの部分見てください。俺は最初にこれもう車の一部だと思ってたんだよね。恥ずかしながら。もう正直者なんで正直に言います。これは今やっと下ろして考えてみたら冷静に考えてみたらこれは車の部分ではないことで気づきました。くっついてたんだけどドライバーですぐに外せたのでこれはこうもういらないです。ゴミです。代わりにグリースをかけて上にこれ乗せます。何でも勉強だよね。ちょっと気になってでもやっぱり見てみるとこっちの方がまた余裕があって昨日余裕がないなんかおかしいなと思って下にもこの大きなウォッシャーの先にこの小さなウォッシャー俺を入れたかったんだよね。正しくないか分かんないんだけど穴が大きいからナットの割にはこれが昨日入らなかったのでやっぱりあれ取り出した部分これは前の物資のものだったんですよね。気づかなかったこと。インターネットはすごいな。昔本当マニュアルで見ていろいろしなきゃいけないの今すぐに情報がある。俺やりながらあっちゃんにちょっと調べてくれないっていうのはねすぐ情報が出てくるのはすごいな。あともう一つ同じところを 2,3 回やるとさすがに、早くなるんだよね。やっとコントロールアームとこのなんていうのかなこのストラットのアセンブリを組み立っていることが今からできます。グリースも少し塗りたいですね。グリースとあと WD-40 も少しかけたんですよ。スムーズにこの穴を通って入るようにしました。あと向きがあるんですよ。これはほらへこんでるところがあるじゃないですか。真ん中じゃないですね。これよりちょっとこっち側ですね。これはですね車の前の方に入る。要するにこうやってこれ車は前はこうなんでこう入れちゃいますね。で向きを意識します。そのピンのここまで入りましたね。入りました。
よかったです。で、あとピンの位置ですね。ピンの位置もあるので、ぐるっとちょっと回しにくいところあるかもしれないんだけど、多分ナットをここに、入れることによって回せるのかな。自分の必要な方向に。ちょっとこう、ね、曲がっちゃったんで入った時に。結構時間かかったんですね。簡単な DIY ではなかったです。まだ終わってないけど、こういう形になりましたね。これをまた車にこれからコントロールアームごとでピンとこのスピンドルの方をこのままで車に入れてみたいと思います。これ2人でやることですね。1人でできる方は俺は本当感動しますよ。これ2人でやって、やり方としてまず上、ショックタワーの方をあーちゃんに上に行ってもらって、俺が上げてあーちゃんにとりあえずナットを軽く止めてもらって、そこからもうあと押さえること、押し上げることはないので、残りのセットアップはそんなに難しくはないですね。よし、最後のコントロールアーム、グリースを塗ってます。ブッシングとこの鉄の鉄板のところ、当たるところにグリースたっぷりですね。それとブッシングにもたっぷりとつけます。よし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 、入りましたね。まあまだまだあるんだけど、重いところが終わったんだよね。はあ、疲れた。腕が本当に取れそうだよ。ほら、運動してないのよ。バッパルプップン Good night sweet home 大変だったんだよね。これはこの DIY またすぐにやりたいと思う。やりたくない。やりたくないよね。疲れたんだよね、あっちゃん。もう今日はこれでとあともう休憩だな。ゆっくりしたい。でもこの車でやったからこそ、今度あっちゃんの車で今度やったらもうちょっと簡単じゃない？そうかも。どうでしょう。よし、大変だよ。でも楽しいよね。イライラしながら。楽しくない時もあるんで、あるけど達成感、終わった後の気持ちがいいよね。ねえ、あっちゃん、勉強にもなるでしょ。2、3回同じことをやります。本当ならやらない方がいいけど。え？何？本当なら2、3回しなくちゃ。でも勉強にそういうことあるんじゃない？